この人、確か、ライバルって言ってた、湊さんだったっけ？話ってなんだろう。なんかすごく真剣な感じだけど。結論から言う。僕とチームを組んで最終審査に出てくれないか？できるんですか？そんなこと。審査員に確認は取ってあります。補欠枠として最終審査に出てもいい実力を有しているとのことで許可をもらいました。他の最終審査の参加者にも話をしてある。彼らも構わないと言ってくれた。待ってくれ。今からチームを組むなんて君にはむしろ不利になるんじゃないか。それも分かっているつもりだ。そうだとしても俺と君とじゃ実力に差が。そういえば前回も最終審査まで行ったって。審査でのダンスも見事だったな。とても洗練されていて表現力もあり、まるでセリフがない舞台を見てるようだった。そうですね。なんでチームを組みたいって思ったんですか？ライチェさんも言った通り、今から組むなんてオーディション的には不利になっちゃうと思うんですけど。彼のようなダンスが僕の理想だからです。僕のダンスは表現力があるという評価をよくもらいますが、実は感情を出すのはあまり得意ではないんです。だからダンスをするときは常に役を作ってその役になりきることで表現してきました。へえ、そういうやり方もあるんですね。役者ならそういう人もいるな。だが本当は君のように自分もやってみたいと思ってもらえるようなダンスがやりたいんだ。だけど何度試してみてもうまくいかなくて、そんな時子供たちと踊っている君を見かけたんだ。もしかしてあの時からずっと。あの時感じたんだ。君とならきっと理想のダンスができると。そういう出会いって本当にあるんだよね。僕の理想を実現するために君を巻き込んでいいのかとずっと迷っていたんだが、二次審査の後、夢を追い続けられるかどうかの瀬戸際だという話を聞いてしまった。だから夢の続きを勝ち取るためにも僕とチームを組んでくれないか？ありがとう。そこまで言ってもらえるなんて思わなかった。でも俺は自分の夢も自分で守れないような未熟者だ。だから3日間時間が欲しい。ちゃんとチームとしてやれるかどうかお互いに確かめるために。分かった。それが条件なら飲もう。よろしく頼む。こちらこそ。チーム仮結成だね。それでどんなダンスをやるんですか？そうですね、一からダンスを考えて振り入れとなると。もしよければ僕が前回の最終審査用に用意していた2人用のダンスをベースにしないか？一から作るよりは考えやすくなると思うんだ。なるほど。よければどんなダンスか見せてくれないか？
いダンスでしたね。めちゃくちゃ洗練されてて。なあ、しかし情感はたっぷりあって見ていて引き込まれてしまったな。こんなにすごいダンスを踊る予定だったなんて。前に組んでた人は一体。ああ、同じダンススクールの友人だ。得意なダンスが近かったから頼んで出てもらったんだ。でも彼は他でもチームを組んでいて、疲労が原因で怪我を。そうだったんですね。それでその人って今は。もう復帰しています。もともと組んでいたチームの方で事務所と契約して頑張っているみたいです。おお、それは良かった。さっきも言った通り、このダンスはあくまでベースだ。使えそうなところだけ使えばいい。僕たちで見ていてやりたくなるようなダンスを作ろう。あ、あのすごいダンス見て思わず大丈夫かなって思っちゃったけど、やってやるぞっていう覚悟が伝わってくる。私もサポート頑張らなくちゃ。この振りだけど音源がちょうどポップな雰囲気になるし、ちょっと簡略化して代わりに動きを大きくコミカルな感じにするのはどうかな。ああ、でもそうなると前後の振りもテイスト合わせないといけなくなるな。せっかく思いついたんだしやってみましょうよ。ああ、どんな振りか教えてほしい。最後のエアプレーンジャンプだが、ダブルをシングルにした方がいいかもしれない。最後のってことは腕を広げて2回転してたジャンプのことだよね。難しそうだったな。テンポ速いところだから勢いがいるけど、締めだからピタって止まらないといけないし。難易度は正直かなり高いと思います。そういう意味でも見ていてやりたくなるダンスかと言われると。いや、このダンスの締めとしてダブルで行くべきだと思う。そこまでの流れでやってみたいって思ってもらって、最後バシッと決めてダンスを始めればいつか自分もあれができるようになるかもって思ってもらえたら。確かにそういう憧れのような気持ちは大事ですからね。はい、実際さっき湊がやってみせてくれた時、俺はかっこいい、やりたいって思ったんです。なるほど。ただ誰でもできるように簡単にすればいいというわけじゃないんだな。俺もまだ探り探りだから正解かどうかわからないけど、そのあたりは練習しながら調整していこう。大丈夫か？少し休憩を。いや、これくらいならまだいける。さっきのパートの振りも覚えきりたいし。分かった。じゃあそこの振り入れができたら一度休憩を取ろう。まだ少しお互い遠慮していそうな様子はあるが、仮結成1日目にしてはいい雰囲気じゃないか。そうですね。初々しい感じがあってなんか懐かしいな。白石さんも小羽と組んだ時あんな感じだったの？ああ、とにかく小羽と一緒に歌いたくて一発目の練習から普通に通りで歌ってたな、アカペラで。最初から通りで？しかもアカペラ？遠慮の絵の字もないな。だって小羽なら大丈夫って信じてたので。あの二人うまくいくといいな。
音止めてください。大丈夫か？今、よろけたように見えたが。ああ、ごめん。体重の移動が遅れただけだから、次はいけると思う。あそこの振り、見てるこっちは楽しそうだなって感じるんですけど、そんなに難しいんですか？曲のテンポが全体的に速いからな。ほんの一瞬のズレが致命的になってしまうんだ。でも、昨日よりもスムーズに入れるようになってますし、次は絶対。いや、休憩を取ろう。まだ練習を始めて1時間も。君は三次審査のために急ピッチで新しいダンスを仕上げた上に間髪入れずにまた一から振り入れをしているんだ。知らず知らずのうちに疲れが溜まっているかもしれない。そうかな。じゃあ、10分だけ休憩をもらうよ。今のジャンプはどうでした？すっごく惜しかったです。あとほんのちょっと早くないと。1回転目の入りはぴったりなんだけどね。勢いに乗り切れてない感じかな。でも、勢いつけすぎちゃったら今度はピタッと止まれなくなっちゃうし。本当にダブルのままで行くのか。やはりシングルにするという手も。あともう少しだけ時間をくれないか。せっかくのやってみたいって思えるかっこいい決めなんだ。簡単には諦めたくない。わかった。だが無理はしないでくれ。今日の練習、どう思いました？雰囲気は悪くなかったと思うな。意見もお互いに出し合ってたし。だが、どうも湊さんは無理させないように気を使っている感じがあったな。そうですね。でも、気持ちはわかるな。来世さんにとって最後のチャンスだから、もし前のチームメイトみたいに怪我して出られなくなったらまずいし。そうなんだけど。なんか、あの感じ。ちょっと気になることがあるんですけど、聞いてもらえますか？なるほど。つまり、まだ本当の相棒と思えていないから遠慮があったり、過保護になっているのかもしれない、と。はい。最初は組んだばっかりだし、お互いの実力をまだ把握しきれてないからかなって思ってたんですけど、練習見てる感じ、湊さんは来世さんが苦労しそうな振りを分かってそうだなって。そういえば、エアプレーンジャンプもダブルじゃなくてシングルにって最初から言ってたね。きっと、前のチームメイトが怪我をして審査に出られなかったっていうのも湊さんにとっては大きいんだろうけど、今のままじゃ本当のチームにはなれない気がするんだ。しかし、明日がチームとしてやっていけるか決める日なんだがな。どうしたものか。明日の練習前、湊さんと話す時間をもらえないですか？こんにちは。今日もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。他の皆さんは？なんか電車が遅れちゃってるみたいで、いろいろ迂回してこっちに向かってるそうです。そうなんですね。来世も大学に寄ってから来るそうなので、しばらく自主練をしていようと思います。ちょうどよかったかも。
そういえば、このオーディションは演出家の人が主催って聞いたんですけど、すごい人なんですか？はい。鉄ごもりあきらさんといって、舞台だけでなく、ドラマや映画に、ライブなどの音楽イベントも数多く企画されていました。ただご高齢なので、すでに現役は退いていて、人材育成に力を入れていらっしゃるようです。僕たちが参加しているこのオーディションも、鉄ごもり先生が育てたいと思える人材を見つけるために始めたものなんです。へえ、演出家の人がダンサーの新人発掘してるってちょっと不思議だったけど、そういうことだったんだ。このオーディションの審査員を務めてくださっている人たちも、鉄ごもり先生のお弟子さんたちですよ。その方たちだけでも、僕たちからすれば豪華な顔ぶれなんですが、最終審査には鉄ごもり先生と特別審査員の方もいらっしゃるので、パフォーマンスを見てもらう貴重な機会でもあるんです。最終審査に出ることにもすごく意味があるんですね。じゃあ、前回は本当に残念でしたね。せっかく最終審査まで行けたのに、辞退だなんて。すごい人と組んでたみたいだし、もしちゃんと出場できてたら、いい結果も出せたかもしれないのに。そうですね。でも、他でチームを組んでいると分かっていながら、頼んで参加してもらっていたので、僕の配慮が足りなかった、という反省の方が大きかったです。やっぱり、前のチームメイトみたいになっちゃいけないって心配してるんだ。でも、本当の意味でチームに、相棒になるためには。そうですね。反省はすごく大事だと思います。だけど、今はそれが、湊さんたちにとって邪魔になっちゃってるかもしれないって、見てて感じたんです。え？来世さんのことが心配で、守りたくなっちゃう気持ちはわかります。これが最後のチャンスだし、無理をして怪我をしたらいけないって。でもそれは、チームメイトとして対等じゃないんじゃないかって。それってどういう？来世さんは、あなたの相棒として、なんとか隣に立とうとしてます。だから、その気持ちを、覚悟をちゃんと受け止めて、守るんじゃなくて、一緒に前を向くことが必要なんじゃないかなって思うんです。受け止めて、一緒に。ですが、僕が彼を誘って、ダンスの振りも調整したとはいえ僕が用意したものです。だからこそ、僕が彼を引っ張らないと。そう思っちゃいますよね。私も昔そう思っちゃってた時がありました。私にも一緒に歌ってる大切な相棒がいるんですけど、その子、歌を始めたばっかりの時に、イベントでひどいトラブルにあって、だからつい、経験が長い私がフォローしよう、私が守らなきゃって思ってた。でも、チームメンバーに言われたんです。守るって。自分より下のやつに使う言葉だって。私は、その相棒のことちゃんと対等でいたかったし、そうしてるつもりだったので、余計にぐさっときて。だから、本当の意味でチームに、相棒になるために、反省とか引っ張らなきゃっていう気持ちは忘れて、一度、来世さんとしっかり話してみるのはどうですか？そうですね。彼が来たら、少し二人で話そうと思います。テーマ先輩から電話来てた。
すみません、ちょっと出てきますね。白石さん、お疲れ様。多分、伝えたいことはちゃんと伝えられたかな。みんなも無茶な提案を聞いてくれてありがとうございます。特に、天馬先輩には背中を押してもらったな。話は分かった。白石、お前の好きなようにやってみるといい。お？なんだ？昨日の好きにやれって言ってくれたことを思い出してたんです。ひょっとして普段もあんな感じで上白先輩に好き勝手やらせてるんですか？まあ、ツッコミこそすれ、止めることはあまりないな。だが、あいつの演出が面白そうなのが悪い。どうしても見てみたくなってしまうからな。確かに。トウヤと小羽がよく天馬先輩はすごいって言ってるけど、ちょっと分かった気がするな。あれ、皆さん、こんなところでどうしたんですか？来世さんを待ってたんですよ。湊さんが二人で話したいそうです。え？大事な話になると思うので、言ってあげてください。わかりました。ありがとうございます。大丈夫ですよね。なあ、今の二人なら、きっと腹を割って話せるだろあ、スマホが光ってる。これって。また、世界が俺たちを呼んでいるみたいだな。よし、行くぞ。はい。